出会った人全てを魅了する犯罪者、その人物に出くわした時、あなたは騙されない自信がありますか？ 1975年12月、舞台は常夏の国、タイの首都バンコク。赤痢に当たったか。タイで飲み食いするときは気をつけなきゃいけないんだよ。アパートの一室でベッドに寝込む一組の男女を前に、困ったようにそういった男はこの街で宝石商を営むアラン・ゴーティエ、そしてベッドで寝込んでいるのは彼が香港へ旅行に行った際に知り合ったオランダ人のカップルでした。旅行先でカップルと打ち解けたゴーティエは2人をタイへ招き、現地を案内して回っていたんです。そんな矢先、高熱とひどい下痢に襲われてしまったカップル。ゴーティエさん、すまないね。楽しい時間になるはずが迷惑をかけちゃって。申し訳なさそうに話す青年に向かい、ゴーティエは優しく微笑みかけます。大丈夫。俺の彼女は元看護師だ。何も心配はいらない。いくらでも休んでいってくれ。その言葉に何度も何度も感謝の言葉を繰り返すカップル。この時彼らはこのゴーティエという男の術中にはまっていることに気がつきもしていませんでした。そう、実はカップルが苦しんでいた理由は、この男に毒を盛られていたからなんです。自ら毒を持った旅行者を介抱し、信頼を勝ち得る狡猾な男をある種のカリスマに仕立てた暗い過去とは。出会った人全てを虜にしてしまう彼は、あらゆる人を犯罪に巻き込んでいくんです。おそす、ちょっと最近引っ越そうと思ってエリア探してるよ、ケンちゃんです。恵比寿あたりらしいわよ。闇恵美香です。いやいや、個人情報じゃん。今、恵比寿かわかんないですよ。まだ決まってない。ブラジルかもわかんないですよ。リオデジャネイロ。自然があるとこがいいなと思いつつ、でも飲み屋があるとこもいいなと思いつつね。というわけで皆さんね、ちょっとおすすめの引っ越しエリアとかね。いや、日本全国じゃない。おすすめの仲介の方いたら紹介します。はい、仲介の方は仲介してください。はい、本日ご紹介するのは1970年代にアジアで猛威を振るったある犯罪者について。この男の犯罪者の才能は会う人ほとんどから好かれることにあったんです。この男のね、犯した犯罪はみんなに好かれるその笑顔の裏にね、とんでもなくえげつない手口でね、殺人を犯していたんです。この事件ですね、あるカップルの遺体が発見されることから男の正体が分かってくるんです。手紙と焼死体。1976年2月6日、当時巨大都市への成長を見せていたタイの首都バンコク。カップルのバックパッカー？これはひょっとすると。その日届いた一通の手紙を開き、怪げそうにそうつぶやいたその男性はヘルマン・クニッペンバーグ、バンコクのオランダ大使館に勤める外交官でした。彼が読んでいる手紙はあるオランダ人の男性から届いたもの。アジア旅行をしていた義理の妹とその恋人ともう何週間も連絡が取れないんです。何か心当たりがあれば教えていただけないでしょうか。そしてその手紙を受け取ったクニッペンバーグはそのカップルの行方に心当たりがあったんです。手紙の男性が2人と連絡が取れなくなったのとちょうど同じ頃、バンコクから北に80キロ離れたアユタヤ郊外であるものが発見されたんです。そのあるものとは、黒焦げになった男女の焼死体。クニッペンバーグはバックパッカーのものと見られていたその焼死体を手紙を送ってきた男性の妹とその恋人らと直感したんです。黒焦げの焼死体ってもどんな殺され方したのよ。しかもバックパッカー狙われてるってことはさ、別に関わりのない人殺してるってことだから本当に無差別殺人よね。怖いっすよね。バックパッカーとかしたことあります？僕大学生の時一番最初に行った国がタイだったんですけど、いろんな国行っても油断したら最近フィリピンに行きたくなりましたよね。慣れが出てたね。クラッチばっかりですからね。まあそんなわけでですね、今よりさらに危ない時代ね、当時、アジアのバックパッカーっていうのは犯罪者にとって格好の標的だったんです。というわけで本日のメトラキーワード、ヒッピートレイルについて。ヒッピートレイルとは1960年代から70年代にかけ、主に西洋人の間で流行した旅行ルート。厳密にルートが決められているわけではないんですが、特にイギリスやオランダから出発し、中東、インドを抜けてタイのバンコクを目指すルートが人気を集めていました。ヒッピートレイルを行く人の目的はそのほとんどが旅や他者との交流を通しての自己成長。ヒッチハイクや安宿を利用した過酷な旅を選ぶ人が大多数でした。そうした旅ではいつどこにたどり着くのか見当もつきません。さらにこの時代は家族への連絡手段も限られており、旅行者が少しの間行方不明になっても気にされないことが多かったんです。こうした背景からヒッピートレイルのバックパッカーは犯罪者にとっては格好の獲物でした。オランダ人男性の手紙から発見された焼死体が男性の妹とその恋人であることを直感したクニッペンバーグ。オランダ人歯科医の協力のもと遺体安置所の遺体を調べると、案の定その遺体は手紙の男性が話をしていたオランダ人カップルのものでした。そして実のところクニッペンバーグはカップルを殺害した犯人についても心当たりがあったんです。焼死体が発見されたのと
と同じ頃、彼はベルギー大使館に勤める友人から次のような噂を聞いていました。バンコクで宝石商をやっているフランス人の男が他人のパスポートを大量に隠し持っているって噂があるんだ。他人のパスポート盗んだやつでもかなりヤバいやつじゃないこいつ。そうなんです。しかもこのパスポートね、単に盗まれたってだけではなさそうだったんです。クニッペンバーグの友人が聞いたフランス人宝石商の噂は、以前その男の下で働いていた女性の垂れ込みによるものでした。そしてクニッペンバーグがその女性に聞き込みを行うと、彼女は確かにこう言ったんです。彼はなぜか他人のパスポートを大量に持っていて、その中には行方不明者として報道されている人のものがあったんです。もう怖くてすぐに仕事を辞めて逃げ出しました。さらに女性は焼死体となったオランダ人のカップルがその男の自宅にやってきているところも目撃していました。女性の話を聞き、オランダ人のカップルを殺害したのがこの男だと確信を得たクニッペンバーグはすぐに警察へ通報。1976年3月11日、アラン・ゴーティエと名乗るその男は自宅玄関を出てきたところを逮捕されることに。取り調べにおいてはアラン・ゴーティエという彼の名前は偽名で、本名はチャールズ・ソブラジであることが判明。しかし結局ソブラジは逮捕されたその日のうちに釈放されることに。なんとソブラジは写真を偽造したパスポートを駆使し、警察を欺いてしまったんです。こいつさ、相当頭切れる犯罪者なんじゃないの？お察しの通りなんですけれども、警察はね、事の重大さにやっと気がついてですね、この後大規模な捜査網を展開していくんです。ソブラジの釈放から1ヶ月後、警察の許可を得たクニッペンバーグは彼のアパートへ乗り込みました。しかしソブラジはすでに国外逃亡しており、アパートはもぬけの殻。そして同時にクニッペンバーグはその部屋の様子にただ戦慄していたんです。何なんだこの部屋は。部屋の中には大量の毒薬や麻薬、拘束具、さらに亡くなったオランダ人バックパッカーの所持品などが乱雑に置かれたままの状態。数日後、バンコクポスト紙はソブラジの部屋の様子を一面で報道し、そのおぞましさを死の巣と表現。自身の狡猾さと危険性を世間に知らしめたソブラジはインターポールによって国際指名手配されることに。これはもう一大事じゃない？しかも部屋に毒薬と麻薬あったって、これもその事件に関連しちゃってるわけよね。関係終わりなんです。むしろね、それを使った手口っていうのがソブラジのね、メインの手口なんです。それでは彼は一体どのようにして被害者を殺害していったんでしょうか。甘い罠。1975年12月、ソブラジのバンコクのアパートには彼が旅先の香港で知り合ったオランダ人のカップルがやってきていました。バンコクへ来たら一番に連絡してくれ。うまい飯屋やちょっとした観光くらいならバッチリ案内するよ。カップルはそう話をしていたソブラジを頼りにバンコクへ来るなり彼のことを尋ねてきたんです。しかしソブラジさん、すまないね。まさかバンコクに着いてすぐこんなことになってしまうなんて。ソブラジの部屋のベッドに横たわりながら弱々しくそう話した青年。その隣では彼の恋人が同じように高熱にうなされていました。そう、ソブラジを訪ねてきたオランダ人のカップルは彼と行動を共にしだしてすぐ発熱と激しい下痢に見舞われていたんです。タイみたいな熱帯の国を旅するときは特に気をつけなきゃいけない。旅慣れていない人はすぐに赤痢にやられてしまうからね。困ったような表情でそう話すソブラジ。さらに彼は優しい物言いでこう続けます。大丈夫、俺の彼女は元看護師でね、しっかり看病してくれる。数日も寝てればすぐに良くなるから遠慮なく泊まってってくれよ。このオランダ人のカップルってさ、後に焼死体で見つかっちゃう人たちでしょ？かなり優しく接してるわね。この親切な振る舞いこそが彼の狡猾な手口だったんです。そう、実のところオランダ人カップルが体調を崩していたのは赤痢などではなく、ソブラジが飲み物に盛った毒薬によるものでした。ソブラジは旅行者と仲良くなると隙を見て毒薬を飲ませるんです。そして旅行者が苦しみ出すとさも心配しているかのような素振りでこう言うんです。赤痢にやられたんだろうな。しばらくうちに泊まっていくといい。さらに旅行者たちはソブラジの自宅で過ごす数日のうちにその多くが彼のことを尊敬するようになるんです。ソブラジは容姿端麗だったほか、西洋哲学や歴史の分野に造詣が深く、皆その振る舞いや話の面白さに魅了されてしまうんです。こうしてソブラジは完全に打ち解けた隙を狙って旅行者を殺害。殺害方法は薬物によるオーバードーズや溺死のほか、原型をとどめないほどに燃やされる場合もあり、未だに身元が分かっていない被害者も多数いるんです。このようにしながらヒッピートレイルを旅するバックパッカーを狙い犯行を重ねていったソブラジ。殺害された旅行者の人数は実に20人以上。彼は殺した旅行者からパスポートを奪い、身元を偽ってあらゆる国を渡り歩き、警察の捜査網を巧みにくぐり抜けていました。20人以上もしかも割れずに旅行者殺してたって、手口とかもやばいし、頭も切るし、相当やばいやつじゃないね。ある意味ではね、狂気を振り回してくるやつより怖いですよね。心から入ってくるから。そうやってね、旅行者の心をね、巧みに操っていたソブラジなんですけれども、彼のその才能っていうのは幼少期から片鱗を見せていたんです。孤独な少年。
1944年4月6日、チャールズ・ソブラジュは当時フランス領だったベトナムサイゴンで生を受けます。彼はインド人の父親とベトナム人の母親の間に生まれたハーフ。しかし両親は結婚しておらず、ソブラジュは父親から認知されていませんでした。そしてソブラジュが9歳の頃、母親はフランス人男性と結婚し、家族でパリへ移住。ここでの暮らしはソブラジュにとって決して幸せとは言えないものだったんです。よしよし、お前は本当に可愛いな。今度新しいおもちゃを買ってやろうな。母親との間に新しく生まれた子供を溺愛するママ父。ソブラジュはそんなママ父と兄弟の様子をすぐそばで無表情で眺めていました。ソブラジュの視線に気がつき、ママ父は彼の方へ目をやります。しかし、お前は本当に可愛いな。やっぱり父さんに似たのかな。ママ父はすぐに兄弟の方へ視線を戻し、ソブラジュには構う素振りすらありません。そう、ソブラジュは家庭で誰からも相手にされず、常に孤独な子供だったんです。まあ父がね、そうやって新しく生まれた方の子供ばっかり可愛がるってよくある話だけど、やっぱちょっと寂しいわよね。本当にそうじゃなかったとしても、当事者としては血のつながりを意識するような人もね、いるとは思うんですよ。しかもですよ、ソブラジュが孤独だったっていうのは、家庭内だけにはとどまらないんです。パリへやってきてしばらくすると、ソブラジュは郊外にあるカトリック系の寄宿学校へ預けられることに。実はここでの生活がソブラジュに深いトラウマを植え付けることになるんです。さっさと国に帰れ、このアジア人が。西洋人が集まるこの学校において、浅黒い肌をしたソブラジュは人種差別の格好の的。同じ学校へ通う生徒から心ない罵声を浴びせられることは日常茶飯事でした。俺には味方なんて一人もいないんだ。親には相手にされず、周りの子供たちからは差別を受ける。ソブラジュはパリでのその生活に耐えきれず、アフリカ行きの船で2度も密航を試みるほどでした。しかし、そうやって孤独に苛まれる日々を送ったからこそ、彼は誰よりも理解していたんです。人が精神的に弱った時にどんな言葉をかけられれば救われる気持ちになるのかを。弱った人の気持ちが分かるからこそね、共感も得られて、そういった毒を持った手口っていうのも成功しやすかったってことなのかしら。そうですね。そしてね、ソブラジュはこの後、早速犯罪者としての才能を発揮し始めてしまうんです。周囲から蔑まれ、すさんだ幼少期を過ごしたソブラジュは年頃になると窃盗や強盗を繰り返す非行少年に。そして1963年、彼は19歳の頃、強盗の罪で初めて逮捕されることに。ただ実は刑務所での暮らしはソブラジュにとって普通の日々ではなかったんです。今日の晩飯だが俺はステーキが食いたい。刑務所の看守に向かい、さも当たり前のようにそう告げたソブラジュ。看守はその振る舞いを不思議に思う様子もなく、ソブラジュの注文を承知します。そう、ソブラジュは刑務所において異例の VIP 待遇を受けていたんです。ソブラジュは囚人であるにもかかわらず、刑務所内を常に自由に歩き回っていました。さらに食事も好きな時に好きなものを食べられ、面会も常時許されていました。この刑務所内での待遇はソブラジュが看守に賄賂を送っていたためでもあったんです。しかしそれ以前に看守たちは皆彼の知的でスマートな振る舞いを好んでいたんです。その証拠にソブラジュは刑務所へボランティアに来ていた富裕層の青年と親密に。出所した際には彼の誘いで上流階級の社交界に出入りする傍ら、犯罪に身を投じるという奇妙な生活を送っていました。このほかソブラジュに騙された旅行者の中には、彼に魅了されそのまま犯罪仲間になる者も。いや、囚人が刑務所でビップ待遇ってワンチェインじゃないの？いやいや、バキ好きだな、お前。懲役が全然罰になってないわね。信じられないですよね。ソブラジュはさらに人から好かれる能力を利用して、なんと脱獄まで成功させてしまうんです。1976年7月、それはソブラジュがバンコクでオランダ人カップルを殺害し国際指名手配となってから2ヶ月が経った頃のこと。この時インドのニューデリーを活動拠点にしていた彼は、フランス人の大学生グループを標的にいつもの手口で毒を盛りました。しかしこの時は体調を崩した大学生らがソブラジュに毒を盛られたことに気がつき通報。逮捕されたソブラジュはここから10年間ニューデリーのティハール刑務所で過ごすことになるんです。そしてそれは彼が服役して10年目を迎えた1986年のこと。1986年3月17日、ティハール刑務所の中でソブラジュはいつになくご満悦の様子で集まった看守たちと談笑していた。俺、もうじき誕生日なんだ。だから今日はパーティーをしよう。菓子をたんまり用意したぜ。ソブラジュ、おめでとう。君、お菓子作りも上手なんだな。こんなのいつ作ったんだ。ソブラジュとすっかり打ち解けた様子の看守たちは皆楽しそうに彼が作ったそのお菓子を口に運んでいた。それからしばらくして、よし、うまくいったな。席を立ち上がったソブラジュは辺りを見回すようにしながら不敵に笑ってそう言った。彼の周りではお菓子を食べた看守たちが全員揃って眠りこけていた。
ソブラジが看守たちに振る舞ったそのお菓子は実のところ鎮静剤入り。看守たちをやり過ごしたソブラジはこの後まんまと脱獄を成功させてしまうんです。しかし結局ソブラジは刑務所から目と鼻の先の食堂で食事をとっているところを再逮捕されることに。そこ油断すんなよ。そして脱獄の罪によりもう10年の懲役を追加されることになるんです。ただ実のところこの時10年の懲役が追加されたことはソブラジの目論見通りの結果、本来彼はあと数ヶ月でティハール刑務所を釈放される予定でしたが、どうしてもこの刑務所を出たくない理由があったんです。ソブラジは1975年にオランダ人カップルを殺害した罪でタイの裁判所から死刑判決を受けていました。ティハール刑務所を釈放されればタイへ強制送還される可能性もあります。その可能性を懸念したソブラジは脱獄してわざと捕まり、タイでの殺人が時効を迎えるまでインドでの刑期を伸ばそうと考えたんです。人に好かれる才能もそうなんだけど、ところで本当に悪知恵が働くやつね、こいつね。死刑を免れるための作戦だって警察もね、気づけやって思いますけどね。その後ソブラジは1997年にインドでの刑期を終えフランスへ。ここから自伝の執筆やその映画化などを通し1500万ドルの収益を得たといいます。しかし2003年には指名手配されているネパールへなぜか自ら渡航。再逮捕されたソブラジは2004年8月に終身刑の判決を下されています。1970年代ヒッピートレイルの風潮を利用し20人以上のバックパッカーを殺害したソブラジ。彼は自身のその犯行について堂々とこう語るんです。私は善人を殺したことは一度もない。ソブラジのターゲットは主に西洋人のバックパッカー。その言い分は彼が寄宿学校で人種差別を受けた経験をもってのものなのかもしれません。